こんにちは。じゃヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は、足がクロスしている方、交差している方ですねの異常のコツっていうことで、コメントでもいただいてまして、足がどうしても、交差してしまっている方の異常が難しいということで、注意点たくさんありますので、注意点と、異常のコツと紹介したいなと思っておりますので、最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。ではやっていきます。はい、では足がねクロスしてしまう方、どういった方かというと、両足の筋肉の緊張が高い方でクロスしてしまう方とか、そもそも拘縮があってクロスしてしまっている方っていうのも考えられます。もちろん座ってる状態ですけど、今は寝てる状態の時からもうクロスしている方で、寝てる状態である程度クロスを外したとしても、やっぱり座っていただくと緊張が高まってまた結局クロスしてしまうってケースがあると思うんですけど、こういった方まず注意してほしいのは、もう絶対足怪我しやすいので、足がクロスしてるのを無理やり外そうとしたりすると、もちろん筋肉を痛めてしまうし、関節を痛めてしまいますし、爪なんかでね、ご自身の足の甲とか足の部分ですねを怪我させてしまうこともあるので、必ず気をつけてほしいんで、こうね外したいんですけど、無理に外さないようにはしてください。で、基本的に異常となると、このクロスは基本的には外した上でやっていただきたいです。じゃあどうやったら外せるのかなんですけど、ちょっとベッドの高さ上げますね。筋緊張が高いってことは、ある程度下肢がね伸展している方、もしくは拘縮でもう曲がってる方ですね。屈曲して、膝は広がってて、開閉してる状況で、足先だけがクロスしているような方、いろんなパターンはあると思うんですけど、こういう方はまだ外しやすいですね。そこまで足がねぐーっと締まってるわけじゃないので、こういう形で拘縮しているってことは、ちょっと注意してあげたら外せることはできます。はい。で、気をつけてほしいのは靴とか、靴下、一番いいのは靴ですねを履いた状態で、外してあげると、また次クロスしにくくなります。なんでかっていうと、靴の滑り止めとかそういうところをうまく使うことで、例えばこうクロスしているのを外してあげたら、靴と靴同士がねこうぶつかってクロスしたくてもさせれない。で、床に足がしっかり設置していたら、床と靴の摩擦でさらにこれ以上クロスしにくくはなりますので、まずはこういった方全解除にはなってくると思うんで、寝てる状態から、起き上がりを解除していただいて、その際に、寝てる状態からも靴を履いていただくとか、そういう風に工夫が必要にはなってきます。で、寝てる状態から靴を履いていただいて、起き上がり動作、起き上がり解除で座っていただいた後に、多分その後またこうねクロスすると思います。はい、緊張が入るので。なので、座ってる状態でもちろん支えながらこのクロスをうまく外してあげる。ぐーっと力いっぱい入ってる場合、これ無理にやると何度も言いますが、やっぱり筋肉痛めたりするので、ゆっくりですね、足先だけやろうとするとどうしても膝とかにも負担かかるので、まずはね足の、膝に力が入ってるこの力をちょっと緩めてあげたりとかして、広げてあげるっていうのが理想なんですけど、なかなかねこの筋肉の緊張を緩めるっていうのも難しいのは難しいので、基本的には上にある足ですねを一旦ね膝を伸ばすような形でちょっと膝伸ばして広げてあげるっていうような、こんな簡単にはなかなかいかないですけど、そういったイメージでやってもらうといいと思います。クロスしてるのを無理やりこうね広げようとしても、やっぱいろんなところに当たって摩擦もあるので、いろんな怪我させてしまうので、まず膝を軽く伸ばしてあげながら広げてあげるような形がいいのかなと思います。はい。で、今度こうグッと緊張が高くてクロスしている場合ですね、下肢の進展パターンで、動画いくつか上げてますけど、一緒ですね。なのでこれも、うまく外しながらこうで、こんな足が浮いてる状態だと結構難しいので、設置させてあげる、どうやって設置させるかというと、ちょっと前傾気味にしてあげたりとか、ベッドの高さをちょっと調節して、ずり落ちないように工夫しながら、しっかり支えた上で、外してあげると、もちろん靴を履いている状況なので、それ以上なかなかクロスしにくい状況にはなってきます。で、こういった方の異常解除っていうのはまたね、別の動画でも紹介してるんで、そちらを見ていただきたいんですけど、こうクロスしているのを取った後ですね、
気をつけてほしいのは、やっぱ内反旋足とかそういった拘縮がある方も多いと思うんで、もちろん靴なんかがすごい有効なんですけど、指先とか足の関節ですね、側関節なんかにもやっぱこの状態だと負担はかかってくるんですけど、できるだけお膝を曲げてあげたりしながら、体重をここに乗せていきます。はい、乗ってくると、なかなかそこまで緊張落ちないですけど、さらにね余計にこれ以上クロスするのも防げるし、異常の際に、いつものように体重が足に乗りますので、異常がしやすくなってくるっていう感じですね。はい、でちょっと一連の流れでやりますけど、起き上がっていただいてクロスしてるやつをこうね外します。で靴はもちろん今履いてると仮定して、でなかなかねこんなうまくはいかないですが、足しっかり地面に設置させてあげます。これ設置しないままやると危ないので、クロスがどうしても取れない場合、これは結構このままやると多分かなり危険だとは思うので、足にも体重乗ってこないし捻挫する可能性もあるのでかなり危険だと思うので、こういった場合はねもう本当に2人介助、もしくはもうスライディングボードとか、そういった道具を使うことがおすすめです。はい、なのでもう必ずできるのであれば、1人でしか介助できないのであればもう取ってあげる、ここをまず優先的に考えてほしいところです。はい、で取った後はしっかり設置して支えた上で、車椅子を寄せていただいて、でブレーキもねしっかりかけて、あとはトランスファー以上ですね。でこういった方って結構足設置してるとはいえ結構動きやすかったりもするので、フットサポートは外してあげる方がいいです。はい、であとはいつも通り足にしっかり体重が乗ってるのを確認しながら、移乗するっていった形が理想かと思います。で異常とか動作が終わった後はどうしても緊張が高くなるので、またねクロスしてしまってたり、車椅子の移動中なんかもこういった方は注意が必要で、例えばこうフットサポートにね、足のクロスをしっかり外して乗せていたとしても移動中にねこうガタガタガタとかそういう移動中に結構クロスしてきたり、フットサポートから足が外れてしまってたり、そういった場合も結構見かけますので、こういった方は移動中結構足注意払って見てあげてください。はい、で移動して、ベッドに戻ってきましたと。そうなった時はまたねフットサポートをしっかり跳ね上げてあげて、でさっきと一緒ですね、足をしっかりクロスから解放してあげて、しっかり地面に設置できるのであれば膝を曲げてあげる。はい、でこういう状態を作った上で移乗ですね。はい、あとは一緒ですね、こう脇に手を入れて足に体重を乗せて移乗するといった流れです。はい、これがね基本的なやり方にはなってきます。何度も言いますけど、足のクロスが取れない場合は無理しないことと、できる限り取ってあげる、でしっかり設置してあげて、再発防止というか次クロスしないように注意してあげてください。ということで、今日は、足がねクロスしてしまう方の、具体的な対策ってなかなか難しいんですけど、こうやった方がいいよみたいな説明をさせていただきました。では山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、クロスされてる方っていうのは緊張が高い方がかなり多いので、その日によってはすごくもう硬くて動かない人とかも結構いてるんですね。でちょっと僕ら理学療法士なので裏技としては、この内転筋とか膝の内側の下らへんをちょっと軽くこう手で圧迫というかキューッと持ってあげると、1尾抑制って筋肉が伸びる特性があるんですけど、それがかかってちょっとスッと開くような方もいているので、もしあれしたら試していただいたらいいかなと思います。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。